おはようございます。阿部義俊です。この間リフィルを、自作しまして、その時にできたは紙というか、余りの紙を使ってミニメモ帳を作りましたけど、ちょっとここにお試しでコピックでなんかちょこっと書いてみようかと思います。ちょっと当日はなんかそんなに凝ったものを書こうと思わなかったんで、なんか黒いインクをぐにょぐにょっと塗っただけでおしまいにしちゃったんですけど、やっぱなんか書かないとね。ちなみにこっちはなんだっけ、トンフーショップ、アマゾンで売っているスーパー激安コピックもどきみたいなやつで、なんか子供になんかコピックみたいなの欲しいって言って、コピックここに何本かありますけど、結構1本400何十円とかするなかなかのお値段のアルコールのマーカーなんで、子供がその何十色のセット欲しいみたいなって、ちょっと待ってくれみたいな高いんで、とりあえず最初は安いので一回練習して、どうしてもいいの使いたくなったらコピック買ってあげるからと思ったら、もう買ってもこれを買ってあげたらもうちょこっと使っただけでもうやっぱりコピックじゃなきゃ嫌だみたいになって、コピックを買ってあげたりしたんですけど、余ったんでちょっと僕のとこに来ました。なんかちょっと実際のコピックとどのぐらい違うのかもちょっとついでに試してみようかと思いまして、書けるかな。これコピック用の紙だから、このコピックのペンこすっても消えないで書けるんだよね。あ、書ける書ける。なるほどね。当たりを取って書くときと、当たりを取らないで書くときで、なんか自分の中の絵のなんていうかな、なんかバージョンが違うというか、これは多分自分の今の絵柄ではない、昔の当たりをきちっと取ることで、なんか癖みたいなものを、自分の絵の手癖を中和しながら描く描き方を覚えて、で今その当たりを取らずに、なんかもう思ったように適当に描くと絵が先祖返りするっていうか、なんだろうな、自分の今の作風をきちっと形にする前の、なんか昔の、どのぐらい、高校出たての頃とか、初めて漫画の絵をちょっと描いてみようみたいになった頃のなんか絵柄が先祖返り的になんか入ってきちゃったりして、これしばらく今だから全然ちょっと今朝から別な作業やっていて絵を描いてなかったんで、そういう時にいきなりこういうことをすると、こう昔の絵柄がなんでしょうね、生物が卵とか胎児から一個の生命になっていく時に、恐竜時代からもっと前の爬虫類哺乳類みたいな魚類とかの古い遺伝子をの古い時代世代の生物の状態をこう少しずつ得て生物になっていくみたいに、自分の絵の昔のやつが油断すると出てきて面白いですね。なんか面白いっていうか、そういやこんな絵柄だった時代があった。なんか自分にしかわからないあれで、いや別に今の普通の今の、同じじゃないですかって言われちゃうのかもしれないけど、黒で描かないとあれかな。まあいいや、ちょっとコピックのだからまだ僕使い方が全然分かってなくて、どうなってんだろうな。ちょっと今乾いてないからか少し溶けるな。そしてなんかバランスが嫌だな。筆跡がこれはもうちょっと使っていると、水彩ともちょっと違う絵の具じゃねえや、このコピックのマーカーのインクの伸び方とかがもうちょっと分かっなんか嫌だな。書き直したい。なんかサインとか急に絵を頼まれた時とかにあわわって言って書いたりすると、こういう昔の自分の初期のなんか絵が先祖返り的に出てきてまごまごしてしまう。N1 から234ってなんか濃くしてったらちょっと良かったりするのかな。1と2はもう区別つかないか。ちょっとだけ。このなんか入り抜き、筆だからもっと綺麗な入り抜きができるはず。あと絵の具じゃないの、コピックの変な溜まり方ができてきている。なんだこれは。今コピック用のマーカーのすっげえ薄いグレーとセピアとめちゃくちゃ完全な黒があって、まだ今黒は使ってないですけど、あれだね、黒と薄いグレーの上にもう一個なんか濃いグレーがあってくれたらなってちょっと思いますね。
どうなんだろう、漫画の用の絵だからすっげえなんていうの、細かい領域をこの筆で綺麗に塗っていける人は塗っていけるんでしょうね。なんか自分の今のこの紙の独特のツルツル加減とこんな N0 から123って色が変な溜まり方をしてガッサガサになっている。もっと滑らかに綺麗に塗れるものかと、っていうか塗れるんだろうけど、自分は今なんかその細かいタッチを入れすぎて逆に変な色の溜まりを作ってしまいましたけど、今これが N3 でしょ。次はちょっと N 順番に、もうここまで来たら順番に濃くしていってやる。N さっさっさってやらないでこう助けて謎のなんかもさもさしてしまいました。今そのもさもさに対してあまりにも主線がその薄いグレーなんで、主線が弱すぎてそのもさもさがめっちゃ目立ってきてるけど、多分これだからこの超薄いグレーと濃いグレーの中間のやや濃いグレーみたいなのが出てほしいですね。でもなんか黒で強い色で入れちゃうともうその主線が強すぎて、だからこれじゃないんだよな、これよりもちょっと薄い色が欲しい。もうこの黒1個入れたら今まで入れた淡いグレーがもう完全にそのコントラスト的に飛んでしまって、やっぱ自分は基本の画材が鉛筆なんで、淡いグレーをこう何重にも重ねられるような画材が好きなんですよね。そのコピックでそれができんだけど、すごい細いコピックのこの筆のマーカーが出てくれるか、このちょっと薄いペンのツールが出てくれるかするといいんだけど。おっと電話かかってきちゃった。10分で人が来てしまう。書き直そう。紙の質は分かってきました。もうちょっと、じゃあちょっと1枚後でもう1枚書き直します。失敗した。一応練習としてこの中 N6 とか濃い色をつけていくとどうなる。乾く前だったらちょっと溶かしながらできんのか。でもそうするとこの薄い色のマーカーの方に濃い色のインクが結構派手に残ってしまって、これはちょっと紙もだいぶ癖の強い紙でちょっと分かってきました。もうちょっと。ちなみに N10 はもうその主線の黒を潰すぐらいの強さの黒なのかな。そうですね、結構真っ黒に近いわ。これはこれでそうか。じゃあ N8 とか6とかをうまく使えれば、主線のもうちょっと細い薄いグレーのペンがあればなっていった部分は6番とか8番のこれで細い線をうまく引くことで、いやでもやっぱマーカーが欲しいな。コピックに使える耐水性の強いグレーのインクのペンを探しましょう。今人が来るんで続きはまた後で。お客さんがちょっと応対が終わったんで続きをちょこっと書いてみようかなと。ここ何年か目鼻のバランスをちょっと変えようとしていて、それがこうドンピシャではまる時と変なバランスになっちゃう時があって、なんかその下書きをしっかりして何度も検証すればそれは治るというか、その修正しながら書けるんである程度そのバランス的に安定するんだけど、このパッて書いた時にその今の最近やろうとしている目鼻のバランスの書き方と昔の手癖でやる昔の絵のバランスとかなんかね、ごちゃごちゃっとこう混ざって出てきておかしなことになることがあって、なんか絵柄をね自分の絵の感じを残しつつ、なんかこうちょっと新しい要素を入れたいんですよね。
それがやっぱりなかなか難しくてですね。ここでビクシオンか。いやこれ本当ちょっと次のバージョンが楽しみですね。今だからこうするとすげえクリアに見えるんだけど、本当視界がこの紙 このぐらいしかないんですよね。なるほどね。この安いコピックもどきはあれなんですよ。筆がないの。このぶっといやつか丸っこいペン先のちょっと細めの筆かの2種類しかなくて、こういうものを塗る時に多分慣れたら不可能じゃないんだろうけど、そしてゼロを塗るとどうなるの？溶けるのかな。ゼロはひどい色ムラが出ている。コピいやこれはでもこの俺の今のこのツールの使い方が間違ってる。ゼロはちょっと濃く色が溜まったとことかをちょっと滑らかにしてくれるけど、塗った場所が確実に周りよりも薄く飛ぶんで、こんな風にちょっとだから溶かしてくれんのか。色の混ざり方の方向性が分かんないから、どの色を塗っていいのか全然分かんねえな。これを考えたらデジタルはそういう意味ではだからやり直しが効くっていうのもあるし、色の混ざり方の法則性が色素サイド明度できちっと分かれていて間違いがないというか分かりやすいですよね。肌色の影ってどうすりゃいいんだろう。例えばこういう茶色みたいな色で影色と言えなくはないが、濃すぎ102じゃなくていっぱい色あるけどないな。逆に肌色の濃いやつは139か、ちょっと赤みが強そうだな。これ0番で輪郭の方に侵入してきちゃった。難しいな。思ったよりもサイドが高い。そして筆が欲しい。結局この強い黒を置かなければならないのか。せっかくこう馴染んでた色がここでその輪郭が強くて分離しちゃうんですよね。そしてその微妙なニュアンスを残したい時にこの完全なくっきりした黒はデリケートなトーンが消えてしまって、やっぱりあんまりこの黒で輪郭を塗りたくないな。自分の絵柄の場合は乾いてからじゃなきゃダメだ。難しいですね。黒を塗ってしまうとこの肌色はもう全然弱くて、もっとグッと強い色の肌色を置きたくなるけど、強い色の肌色がまた難しいんですよね。もう15分経ってんのか。56分でチュチュッと塗ったところ、ペンのインクが溶けるのがすげえ嫌だな。難しい。自分の中でまだその法則性がつかめなくて、どんな色の混ざり方とか広がり方をするのかが。ただ確かにちょっとコピックの純正のこのカラーのやつを何色か買ってみて、それでちょっと色の乗り方を見ないと、安い中華コピー品のこれが純正と比べてどうなのかがわからない。このインクを溶かしちゃう感じみたいなのが純正品でもこうなのかどうかが。絵の具だと混ぜてこの色にっていうのができるんだけど、マーカーでもそうか。その影色に青みがすげえにじむ怖い。じゅわーっていくのが怖い。思ってたよりも明るい色だった。ここにくすんだグレーをでも入れれば馴染むと予想しての色のある程度チョイスではあったわけだけど、ある程度乾いてからのがいいのか早めにいっちゃった方がいいのか。混ざり方が予想つかない。なんだこりゃ。水彩絵の具よりもちょっと自分の感覚だと難しいですね。アルコールが先に塗った色を溶かす時に跡形もなく溶かしちゃったり、水彩だったら混ざる時には元の色がある程度生きるんですけど、結構そんなにみたいな、さっきまでの仕事をなかったことにするかのような溶け方をするので、だから混ざってるんじゃなくて溶けてなくなっちゃってるんですよね。難しい。でもこれなんか色の混ざり方のコツとかが分かったら、コピックで多分こんな濁らせ塗ることをする人あんまりいないのかもしれないけど、そしたらもっと適してる画材があると思うんで、だから綺麗な色をみんな塗りたいんだろうけど、ちょっと濁らせるのをうまくやったら面白いな。なんかっていうか、もう結局画材はね全て面白いんですよ。面白い。
20分。あ、点々になっとる。もうこの点々とかもうなんかこういうタッチのスーラみたいな絵にするんだと思ったら、もしかしたら面白いかもしれないですね。難しい。肌色が難しい。まあわかりました。これはもうこんなもんでいいや。薄い水色とかもこの後ろに入れるとちょっと色がパラパラとばらけしすぎるかな。影色にならないのか、この濃い色でも。乾いてからか、何か仕事を足したかったら。でこの乾いてから足すみたいなことに関しては紙の強度が非常に高いので、でも乾かないでだいぶ裏に行っちゃったな。こっちがガビガビにならずにやってるんで、その別にいいっちゃいいんですけど、アルコールだけど乾くのに時間かかるんですね。もっと油性のマーカーみたいに塗ったらこうピピッとすぐに乾くのと思ってました。まだ全然にじむな。手際よく作業したとしても乾くのにこんなに時間がかかったら、ちょっと色をつけたいだけでも1時間とかあっという間にかかっちゃうのか。この影色は合ってるな。合ってるけどもうこれ以上やると収集つかなくなりそうということでした。ただ紙自体はこの紙だからっていうのもありますね。だからその表面が水を弾くような細かい粒子の紙なんで、もっとインクを吸ってくれるようなツルツルしてない紙だったらもっと早く乾いて、上から色をかぶした時に水彩絵の具みたいにもっと色が混じりやすいのかもしれない。でこいつはだからやっぱアルコールインクアート用の紙みたいなこともあるんで、ちょっとこういう、感じなのかもしれないです。ただ可能性は感じますね。面白い。僕はだから塗ったところの縁がこういうふうにちょっと濃い色で輪郭ができるような画材が好きなので、使いこなせるようになりたいですね。非常に面白かったです。ということでした。ちょっと塗ってみましたよと、リフィルを作りましたよってな感じで、阿部義俊画法という、チャンネルで、こんな感じでいろんな画材を使ってみたり、その絵を描いてみたり、絵のなんか理屈に関する話をしてみたり、基本的には絵に関する何かコンテンツを作っていくチャンネルになります。描くことに興味ある方とか、そのプロのイラストレーターになりたいと思っている方とか、あるいは単純に絵を見るのが好きな方とか、どなたでも歓迎しますので、見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ではでは。